皆さんこんにちは。ミステリーマープルです。今日はアガサ・クリスティのミス・マープルはなぜ優秀だったのかについてお話しします。私がお名前を拝借しているミス・マープル、初めのうちはお若い警察官から邪険にされていました。高齢で女性で素人探偵で、けれど後に一目置かれる存在に変身します。優秀さは一体どこから来たのか。それは近年脳科学者が研究発表した高齢者が自信を持つべき3つのことを通して考えると、より身近に浮き彫りになると思います。まず第一に、脳科学者によるワシントン大学シアトル縦断研究というものがあります。これは約5000人を対象に加齢によるさまざまな変化を半世紀以上にわたって追跡した研究発表です。それによると、なんと6つのテスト中4つで高齢者が若者に勝ったというのです。言語力、空間推論力、単純計算、抽象的推論力、この4つでは高齢者が勝ち、記憶力と認知のスピードでは20代の若者が勝ちました。見えてくる景色はスピードの若者と基礎の力からくる高齢者の推論力の高さです。推論の優秀さ、これはアガサ描くミス・マープルそのものですね。第2に、単純作業中若者は脳の左右どちらかに意識が偏るのに対して、高齢者は両方を使う傾向があるというのです。これはトロント大学シェリル・グレディ博士の研究です。さまざまな脳の部位を使うことによって高齢者は深い洞察力が伴い知恵脳になるのだとか、一方向に偏らず全体を深く洞察する、これもミス・マープルの特徴ですよね。第3に、南カリフォルニア大学の研究では、高齢になると情動反応を司る扁桃体がネガティブな刺激に反応しにくくなると言います。これはつまり感情に左右されにくく、ストレスに強くなることを表しています。冷静に悪を見抜くミス・マープルの経験値とも重なりそうです。3つをまとめると、感情に左右されず全体を深く洞察し推論力が高い、今の脳科学者が報告している研究結果とミス・マープルはピタリと一致するのです。最後に、では私たちはどうするべきかについて考えます。脳の活性化について近年てきめんに効くと報告されたのは瞑想です。これは24歳から77歳の100人が対象のカリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究報告です。瞑想をすると神経細胞が集中する快白質の減少が抑えられたとのことです。快白質だなんてまるでボアラの灰色の脳細胞みたいですよね。ハーバード大学サラ・ラザール博士も同様に、瞑想が快白質を増加させるといった報告をしています。脳も筋肉と同じで鍛えれば育つ。ただし激しい運動をする必要はなく、頭を雑念から解放し休ませることが効果的なのだとか。そういえばミス・マープルの趣味の編み物もちょっとした瞑想状態と言えるのではないでしょうか。見たところ止まっているように見えて、実は脳を活性化させていたんですね。編み物も瞑想もちょっとという方もいらっしゃいますよね。そのような方に朗報です。トーマス・ジェファーソン大学のアンドリュー・ニューバーグ博士によれば、祈りは瞑想と同じ良い効果を脳に与えるそうです。祈るだけなら比較的簡単ですよね。祈りといっても
世界平和とか対象がなるべく大きい方が良いと聞きました。ですから高齢者も世界平和を祈りつつ、ミスマープルを見習って自信を持って生きていかれてはいかがでしょうか。世界の名だたる脳科学者が近年になってより具体的に証明してくれたのですから。はい、ここからはおまけ動画です。雑誌付録の開封をしたいと思います。今日はこちら、グロー2021年12月号宝島チャンネル限定号の付録です。こちら通常号のペン2本セットは前回ご紹介しました。特別号と2冊買ってペン3本とペンケースもコンプリートという宝島社さんの戦略だって分かってるんですけども、乗りました。ペンケースが欲しかったもので、人の文房具って気分も上がるし、前回のボールペンも履き心地が滑らかで使いやすかったです。ペンケースはスリムでコンパクト、3本入れても持ち運びやすそう。代名詞のワイルドストロベリーですね。こちらは万年筆。万年筆って強弱のついた線が描けるので字がきれいに見えるんですよね。カートリッジも2本ついていますし、替えは市販のものが使えるそうなので長く使えそう。装着の説明もありました。年末年始カードや年賀状など手書きの一筆にお使いになってはいかがでしょうか。手元に置いておくだけでもテーブルが美しく整うと思います。それでは今日の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ではではまたね。